僕にとって日本は住みやすい国です。一方、日本から韓国に帰る韓国人がいるんですよ。一体なぜって思いませんか？説明します。ネットである韓国人の投稿を見つけました。この方の体験談を元に説明していきますね。3つに分けて話します。1つ目、日本が住みやすい国だと思う理由。2つ目、しかし韓国に帰りたい理由。3つ目、この話は皆さんの話とも言える理由です。最後まで聞いてください。まず一つ目はですね、日本が住みやすい国だと思う理由ということです。最初お伝えしたいのは、この方は決して日本が嫌いのではありませんでした。むしろ逆でした。この方はですね、2013年に日本に来て、半年ぐらい住めたらいいなと思っていた生活が、気づけば9年、もう少しで10年だったようです。この投稿2022年だったので、当時の時点ですね。永住権の条件も見えてきた。それぐらい日本での生活が気に入った方なんですね。では、この方にとって日本はどんな国だったのでしょうか？一言で言うなら、静かに幸せに暮らせる国だったようです。皆さんも休日の朝、住宅街を歩いたことがあると思います。車の音も小さい、ゴミも落ちていない、公園には綺麗に整えられている花壇がある。日本にはそういう何気ない安心感ありますよね。実際、この方も日本は整っていて静か、周囲を気にすることが少ないと語っています。その背景にあるのが、日本人が子供の頃から教わる人に迷惑をかけないという価値観です。例えば、電車やバスの中、韓国だと電話する人も、たまにいます。しかし、日本では車内が驚くほど静かです。繁華街を除くと、街の中にほぼゴミがないとかもそうですよね。つまり、日本はみんなが少しずつ配慮することで、全員が快適になる社会だと僕は思っています。その方も同じようなことを感じていて、それがとても好きだったようですね。そしてもう一つ、その方日本で本当に良かったのは、人間関係が楽だったようですね。韓国では儒教の影響で年齢文化が強く残っています。例えば、食事に行けば年上が払うこと、先輩が払うことも多いですし、逆にご馳走してもらったら次に返さないといけないような空気もあったりします。ところが、日本では割り勘が普通ですよね。もちろん場面によるとは思うんですが、20歳でも60歳でも基本は自分が食べた分は自分で払う前提ですよね。そういうことを見て、この方は日本人の人間関係の作り方とかちょっと冷たいなと感じていたそうです。自分と相手で壁が一つあるような感覚だったでしょうね。しかし9年住んだ今では逆にその距離感が心地よい、とても好きだと言います。なぜなら人付き合いで余計な気を使わなくて済むからだようです。親切にしてもらったら必ず返さなきゃいけない。誘いを断ったら悪いかな。そういった精神的な負担だったりとか、相手が自分の領域を聞いたりとか、入ってきて、これ変えなさい。こうした方がいいよ。みたいなことがおそらく逆にね、韓国のそういったところが合わなかったとも言えるんじゃないですかね。だから、その方については9年間暮らして日本の本質っていうのは他人の人生に踏み込みすぎない優しさ、整っている、そういったところがとても気に入ったようですね。だから、その方もブログにこう書いています。日本は住みやすい国ですかって聞かれたら自分はイエスだと答えるようです。二つ目の話、しかし韓国に帰りたい理由話していきます。なぜそんなに日本を愛していたこの韓国の方が、なぜ帰国を決めるようになったのかって話です。ここでももう一回いきますが、誤解しないでいただきたいのは、日本が嫌いとか、日本が悪くなったという話ではなかったです。この方ね。むしろ逆だったようですね。日本は10年前も今も住みやすい。問題は日本ではなく自分自身の価値観が変わってしまったということでした。この方が初めて日本に憧れたのは2004年頃。日本はとても先進的な取り組みをしていました。圧倒的にですね、自動車はトヨタ、ホンダ、アニメとかゲーム、J-POP、今も健在ですよね。だからこの方は一番最初、こういうところに強い興味を持って日本語を学び、日本学校を専攻し、日本で暮らすことを夢見て実際9年間やっていたわけですね。そして2013年に来日して世界第3位の経済大国の迫力を肌で感じたと言います。しかし、その後10年近くが過ぎました。で、そ
その間、日本の特徴としては、とっても安定していて、信頼性高くコツコツと変わっていく、少しずつ変わっていく特徴が、傾向的にあると思いますが、韓国皆さんご存知の通り、もう昨日と今日で違って、今日と明日で違いますよね。良い方向でも悪い方向でも、いろんなところでもう激烈に変化していくとかありますよね。これ音楽、K-POP でもわかりやすいですよね。昔、K-POP っていうのは、多分10年前とかでは、韓国人向けでしたね。で、今ではもう BTS、ブラックピンク、セブンティーンとかっていうアイドルがいて、むしろ韓国から出ていて、韓国以外の国の曲を作って、英語とか日本語とかで曲作って、そちらに売っていくことをしているんですね。そっちの方が儲かっているから、営利企業である以上、そうするのが当たり前ですよね。そして決済システムもそうでして、今、日本もだいぶキャッシュレスもちろんあると思いますし、日本は最難的なところもあると思うんですが、韓国ではもうスマホだけで生活する、財布なしで生活するっていうのは、多分10年前ぐらいですかね。よしあしとは別の話ですよ。そういった生活10年前で、日本は、この方2020年に書きましたが、2026年の今でも現金が財布にないとちょっと不安っていうことはあるんじゃないですか。だからそういったことを見て、日本は少しゆっくり変化しているなってことを感じつつ、それを逆として韓国を見たときに、良くも悪くももう激烈に猛烈に変化している。そういった姿を見たとこの方を言いますね。このような現実、どっちが悪いかの話ではないですよ。その方にとっては、韓国の方がより自分では逆にこっちの方がもともと合ってたなっていうふうに感じたらしいですね。というのも、その方はどちらかというと成長したい、変化したい。その方はネットショッピングだったりとか、ネット決済だったりとか、そういったところで働かれている方でして、もうそういう、周囲の変化が早い環境に身を置きたい、刺激を受けたい、そう考えたときに、韓国という選択肢が大きく見え始めたと言います。そしてもう一つ、この方、感情的な理由がありました。それ食べ物ですね。韓国人にとってキムチ、チゲ、サムギョプサル、チキンは単なる料理ではありません。故郷そのものですね。もちろんね、東京の新大久保に行けば、頑張って探せば本格的な韓国料理は食べられます。しかしね、価格はね、やっぱりちょっと高いですよね。1.5 倍ぐらいはしますよね、韓国の。で、味も微妙に違ったりするんですよ。本場の味っていうのはわざわざ探して、わざわざそこまで行かないと、だいぶ厳しいんですよね。だから、食べたい時にすぐ食べられる環境が欲しかった。気軽に注文できる環境が欲しかった。というところで、この方は、韓国に帰りたい。もちろん他にもいろんな理由あったかもしれないですけども、具体的にはこの2つの理由で帰りたいってなったようですね。やはり日本が嫌いとかそういう形ではなくて、この方はですね、日本の安定と快適さを愛しながらも、自分の成長欲求と食事への思いが少しずつ姿を現し始めた。それが本当の理由だったのですね。じゃあ3番目の話。これは実は皆さんの話でもあるということです。ここまで聞いて皆さんどう思いましたか？僕はこの動画で本当に伝えたかったのがあります。日本と韓国は違います。日本は安定、安心、堅実。韓国は変化、競争、スピードですね。全体としてはそういう傾向があると感じています。だから日本が合う韓国人もいる、韓国合う韓国人もいるっていう話ですね。でも本質は国の話ではありません。僕が思う本質っていうのは、人にはそれぞれに最適な環境があるということです。実は僕もですね、この韓国の方と同じく日本に来て9年ぐらいです。でも僕は少なくともね、あと数年は日本に住ませていただきたいと思っています。なぜか、僕は日本の堅実さが好きだからですね。丁寧な人間関係、静かな街並みと人々、積み重ねを大事にする考え方、そういう環境が自分には合っていました。じゃあここですよ。じゃあ日本ならどこでも良いんですかって言われると、それはなぜか若干違うんですよ。僕の場合はですね、日本の中でも東京が一番合っていました。人、文化、ビジネスが集まる、競争する、進化する、刺激がある。今日は起業家に会い、明日は研究者に会い、毎週末には違うチームと野球の試合をする。そんな環境が東京にあってて、僕はそういうことが好きだったんですね。
でも、地方に住みたい人に対して、あなたも東京来た方がいいですよとか言っても意味ないじゃないですか。逆に東京で暮らしている人に、楽しくしてる人に、地元に帰った方がいいのではと言っても意味がないですよね。だから僕が思うに、なんか東京がいいとか、地方がいいとか、なんか韓国がいい、日本がいい、アメリカがいい、ヨーロッパがいいという、なんかそういった一般論というよりかは、自分個人の話が大事なんじゃないかなと思ってるんですね。自分は何が好きなのか、自分は何をしたいのか、今いる環境はそれを実現できるのか、そしてその環境は10年後も続けられるか、これは国だけの話じゃないと思うんですよ。東京、地方という地域もそうですし、職場もそうですよね。趣味もそうですね。友人関係もそうですよね。僕が思うに。で、だから、その人生の満足度って、なんかお金、家、地域、国家だけじゃ決まらないんじゃないですか。自分に合う環境ってどこですか？今そこにいますかって話だけじゃないですかね。だから僕は、この韓国の方が、韓国に帰りましたっていう話を見て、日本が良い、韓国が良いっていう話には思いませんでした。僕はそう思いましたし、この方もそう思ってると思います。もちろんなんかネットの一部のちょっと変な人たちは、もうなんかもう韓国が世界一だったりとか、日本以外の国はなんかうんちだみたいな、そういった方もおられるかもしれないですけども、少なくとも僕とこの方はそう感じてたってことですね。だから、自分がどこで最も自分らしく生きられるのかを考え続けることの大切さを教えてくれる話だと思いました。もし皆さんの考えもあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、パクンでした。アニョン